もやもや探検。こんにちは、ルンです。今回はもやもやに隠れている宝のうちの一つ、使命についてお話したいと思います。人生を楽しむためには心の声、自分の望みを聞いて、心と行動を一致させていくとミラクルが起こる。それが、人生を楽しむためですごく大事なことっていうのをいつもお伝えしてるんですけど、人生を楽しむ上で段階があるって私思ってて、まず初めに自分の心の声を聞いて自分で自分を満たすようにする。で、どんどん嫌なことをやめて自分がやりたいことをやってっていう、その自分のエネルギーをどんどん自分の好きなことに、やりたいことに使っていくっていうのをどんどんやっていくと、第二段階で他の人の心の声もどんどん聞けるようになって、相手の個性とか相手の望んでることとかをどんどん受け入れられるようになるんですね。それは理解するじゃなくて受け入れられる。それで離れたいかもっと近づきたいか、そういうのも全部自分で選択できるんですけど、そういう2段階目があって、その3段階目の人生を楽しむことで使命っていうのがあるんですね。で、使命を楽しむっていうと、相手のために自己犠牲をしないといけないじゃないかって、もしかしてそういうイメージ持っちゃう人もいるかもしれないんですけど、私のイメージではそういうんじゃなくて、ただ自分がやりたいっていうことをどんどんやっていくと、それが結果相手も喜ぶっていうことになる。エネルギーの循環がどんどん起きてくるのが使命っていうことだと思うんですね。あの魂の地球上にやってきた時に魂が何をやろうとしてきてるかっていうのってもう決まってると思うんですね。で、宇宙さんはそれを思い出させようと思って、いろんな出来事を用意したりして、でそれに対して何かをモヤモヤして、で心の声を聞くようになってとか、そういう感じでいろいろ気づくようにいろいろ演出をいろいろしてくれてると思うんですけど、あの使命っていうのを自分で思い出して、でそれに向かって生きていこうっていうのをもう決めるとすごく楽なんですよね。あのもうねもうね、なんて言ったらいいんやろうな。うーん私も今までいろんなことを経験して、仕事もその時の自分の心の声に合わせてどんどん変えてきて、結局ここなんやっていうか、前から人生を楽しんで他の人にも人生を楽しんでいいんやって思ってほしい、それが私の喜びやっていうのは分かってたんですけど、とは言ってもそのためにはやっぱりお金稼がないとダメだよねとか思って、その稼ぎ方を教えたりとか、やっぱりビジネスするには型を教えた方がみんなやりやすいよねとか思って、それを教えたりとかやってたんですけど、結局今行き着いてるところは、その稼ぎ方とか、そのビジネスの型を教えるとかじゃなくて、ただ心の声の聞き方、人生を楽しむには心の声を聞くことが大事で、心の声を聞くためにもやもや探検するとすごい便利なんだよっていう、ただ、そこだけやりたかったんだっていう、すごいシンプルなところに落ち着いて、分かっちゃいたけど、そこピンポイントでよかったんだみたいなあの、結構ね、みんな、使命っていうと、すごく、大それたことっていうか、すごいことのように思うかもしれないですけど、そんなことはなくて、もう宇宙さんがもうちらちら使命はきっと見せてくれてて、でそこにほんと気づくだけで、そこでよかったんだみたいな
そうすんごい近いところにあるっていう感じなんですね。だからこそそこにはやっぱりその伝えたいっていう意欲ももちろん出てくるし、やる気とかいらないんですね。自分がただやりたいからやる。だから、なんていうんかな。よく私、旅ブログとかよく書いてますけど、それを見た人が、るんちゃんすっごい頑張ってるよね。ブログ書いて、LINE アット書いて、すっごい頑張ってるって感じで言われたことがあったんですけど、それって別に頑張ってないんですね。私は別にただやりたいからやってる。ただ伝えたいから伝えてるだけなんですよ。それは心の底から出てくるエネルギーがそうさせてるんですね。で、それを行動を阻むモヤモヤさんがあったら、それにいちいちモヤモヤ探検して、宝見つけて、そのモヤモヤ手放すっていうことをしてるから、どん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 、エネルギーを、出せるようになってきてるんだなって。でももうもっともっと出せるって思ってますけど、そういう感じなんですね。で、使命って分かると、今言ったみたいに楽だし、本当に自分がただやりたくてやってることに誰かが喜んでくれる。で、この現実世界ではやっぱりお金がないと生きていけないですよね。ご飯を、食べるにも、自給自足したい人とかそれでいいとは思うんですけど、そうではなくって、ご飯を買ってとかいうふうに生きていこうと思うんだったらやっぱお金は必要なので、そのエネルギーを回すっていうのもすごく使命を生きていく上で大事だと思うんですね。だから心の声がちゃんと生活していけるだけのお金が欲しいとか、私は旅に行きたいからこういう旅をするためにはこういうお金がこのぐらいのお金がいるから、そのお金を誰かを喜ばすことで受け取るんやって決めるとか、それも心と行動を一致させるだと思うんですね。だから、使命っていうイメージが、使命を生きるっていうイメージが、自己犠牲とかじゃなくて、本当に自分が出すエネルギーと、受け取るエネルギーは同等にしとかないと、自分がしんどくなっちゃうだけだし、本当にいろんな方面で心の声を聞いて仕事に対しても、自分はどういう人にどういうことを伝えたくて、でどういうふうにみんなが変化していくのが自分にとっての喜びなのかとか、それはやっぱり相手はコントロールはできないので、自分がどうしたいかだけなんですけど、でも自分が自然体でやってて、しかもそこに常にモヤモヤが来ても乗り越えるエネルギーが出てくる。本当に好きなことだと全然乗り越えられるし、そこに宝があるって分かってれば、これをモヤモヤ探検すればまたもっともっと好きなこともできるし、もっともっと伝えられるようになるし、もっともっと趣味を楽しむことができるんだなっていうふうに思えると思うので、あの何を伝えたかったかっていうと、今使命って何だろうって分かんない人でもきっと使命はあるし、でもそれが使命が分かんないから今不幸とかじゃなくて、何々っていう夢を叶えさえすれば私はハッピーって思うと、ずっと不足のままだと結局不足しか引き寄せられないので、今あるを見て、今ちっちゃな心の声、今何したい、今何食べたい、今どこ行きたい、今何が嫌、じゃあそれをやめるにはどうしたらいいかなとか、そういうちっちゃなちっちゃな日々日常を楽しむっていうことをやってると、いつの間にかこういう自分の使命ってこれだったんだ、これをみんなにシェアしたいっていう魂の欲求があるんだな、じゃあその魂の欲求を叶えてあげるためには、自分は今何をしたいんだろうとか、そういう感じにどんどん進んでいくと思いますので、ぜひ今の心の声を聞いてまず日常を楽しむ。で
今もハッピーだけど、夢を叶える前はハッピーだけど、夢を叶えた後もハッピーということで、こういうことがあれば、こういうことをすればもっと楽しいんじゃないかっていうことをぜひもやもや探検しながら叶えていって、そうやってやってると、いつの間にか使命に行き着いてると思います。はい。そんなもんなんやなっていう、いつもなんか夢を叶えた時に、ああ、普通だっていうか、ほんといつも思うんですけど、自分のまんまだっていつも思うんですね。だから、誰か自分とはまた別人になるとか思わなくてもよくって、自分のまんまで今楽しんでれば、そういう風にどんどん楽しみは増していくし、その楽しみが誰かに届いて、またその人がどんどん楽しんでくれたりするっていう、そういう楽しいの循環というかハッピーの循環がどんどん起きてくるっていうのを、知っててもらえば、この先どんなことがあっても、どんなモヤモヤが来ても、それは宇宙さんのメッセージだったり使命だったり、何か才能だったり心の声だったり、絶対愛も隠れてるから、あ絶対宝が隠れてるから見ないふりするもありっちゃありなんですけど、見ないふりするんじゃなくて、そこにどんな宝が隠れてんのかなって、でちょっとだけ向き合ってあげると、そこには自分の人生を楽しませるためのすごいヒントが心の声として宝として隠れてますので、ぜひ見つけながら楽しんでいってもらえたら嬉しいなと思います。はい。では今日はこれで終わります。ありがとうございました。ルンでした。